こんにちは、アリスチャンネルです。今回は心配事の9割は起こらない。著者は曹洞宗建光寺住職の増野俊明さん。この本を読めば気が楽になります。早速見ていきましょう。妄想しない。膜妄想という前後があります。その意味は妄想することなかれということ。妄想というと皆さんはありもしないことをあれこれ想像することだと思っているかもしれません。しかし、禅でいう妄想はもっともっと広く深い意味を含んでいます。心を縛るもの、心に住み着いて離れないものはすべて妄想です。あれが欲しいという欲も、これを手放したくないという執着も妄想です。他人が羨ましいという気持ちも、自分はダメだという思いも、実はすべて妄想なのです。もちろん、心を捉えるあらゆる妄想を断ち切って、一切の妄想と無縁で生きるということはできません。それは仏様の境地。人間である限り、心の中に妄想があって致し方なしなのです。ですから、大切なのは妄想をできるだけ減らしていくということ。これは誰にでもできることなのです。そのために必要なのは、妄想の正体を見極めることではないでしょうか。妄想を生み出している最も根源にあるものは何か。それは物事を対立的に捉える考え方です。例えば、生と死、勝ち負け、貧富、損得、好き嫌い。このような分別をしてしまうことです。何かにつけて他人を羨む気持ちや自分を嘆く思いがむくむくと頭をもたげてきて、そのことに心がとらわれてしまうのです。まさしく周りに振り回されている姿、妄想にがんじがらめにされている姿と言っていいでしょう。しかし考えてみてください。比較することに何か意味があるでしょうか。曹洞宗の開祖、道元禅師も、他はこれ、我にあらず、と言っています。他人のしたことは自分のしたことにはならない、と教えています。他人が努力したことで、自分が向上することはありません。向上するためには、自分が努力するしかないのです。禅では、どんなものも、どんな人も、他とは比べようがない、絶対の存在とします。あなたもそうですし、他人もそうです。比べようがないのです。それを比べようとするから、余計なことや無駄なものがまとわりついてしまい、不安や悩み、心配事が増えるのです。比較することをやめたら、妄想の9割は消えてなくなります。心はずっと軽くなります。生きるのが楽になります。膜妄想。この言葉を折に触れて思い出してください。今に集中する。過去の出来事を思い出してはくよくよしたり、落ち込んだりする人がいます。過去に縛られていると言っていいでしょう。禅には一息に生きるという言葉があります。文字通り一呼吸するその瞬間、それを一生懸命に生きなさいという意味です。過去のことを思い返してみても仕方がないし、まだ来ない未来のことは考えても仕方がないということでしょう。私たちには今をどう生きるしかないのです。こんな川柳があります。掛湾も元は吉野の桜なり。今でこそこのようなみずほらしい欠けた湾の姿に身をやつしているが、元を正せば吉野の山に見事に咲き誇り、大勢の人たちに美しいと簡単の声を上げさせた堂々たる一本桜だったのだというわけです。これは過去の栄光が今を生きる拠り所になっている姿です。この吉野桜ばかりではありません。何かにつけて輝かしい過去を持ち出す人は少なくないような気がします。
しかし、いつまでもそれを引きずるのはいかがなものでしょうか。周りから、またあの人の自慢話が始まったよ。そんな声が聞こえてきませんか。何度も繰り返される過去の栄光物語は、はっきり言って聞き苦しいものです。過去にいつまでもこだわっていることは、そのまま今の生き方に対する自信のなさを表明していることです。そこに不安や悩み、心配事が心に入り込む隙が生まれます。もっと言えば、今の自分をないがしろにしていることにも等しいとも言えるでしょう。私たちには今をどう生きるしかない。このことを改めてしっかり胸に刻んでください。引きずらない、抱え込まない。あなたには心の拠り所がありますか？かつての日本ではほとんどの家庭に仏壇が置かれていました。家族がその前に座って線香をあげ、手を合わせる光景が当たり前のように毎日繰り返されていたのです。子供たちも両親やおじいさんおばあさんが合唱する姿を見て、見よう見まねでその所作を身につけて、ご先祖様に対する尊崇の気持ちを育てていったわけです。それは日本の良き伝統と言っていいでしょう。しかし今、家に仏壇があるという家庭はどのくらいあるでしょうか。都会で暮らす人たちに限って言えば、極めて少数だと言っていいと思います。そこには住宅事情ということもありますが、もっと大きな理由があります。都会暮らしの人々の多くは、戦後若いうちに田舎から出てきて都会に住み着いた人たちが圧倒的に多いということです。これらの人々の意識は、ご先祖様は田舎の実家が守ってくれているから、私たちには仏様がいないという意識があります。また、親などからご先祖様に対する考え方を十分に教わらないうちに上京してしまったということもあって、仏壇のない暮らしが当たり前になっています。良き伝統は次第に失われつつあります。そのことが現代人の閉塞感とどこかで関わっている。私にはそんな気がしてなりません。ご先祖様に手を合わせるという行為は単なる儀式ではありません。それは命を代々受け継いでくれたことによって今の自分があるという感謝、生かされていることへの感謝をご先祖様に伝えることでもあったのです。ご先祖様がいない人などこの世に一人もいないのです。一日が始まる朝、こうして元気に新しい日を迎えることができました。ありがとうございます。と手を合わせる。一日の終わりには合唱しながら、今日を無事に過ごすことができました。ありがとうございます。という思いを伝えたのです。またご先祖様とお話をすることもあったでしょう。日々の生活をする上で、私たちは様々な経験をします。仕事の失敗や人間関係のもつれなど、心にわだかまったり、気持ちを落ち込ませたりする経験もあるはずです。それらについて率直にご先祖様にお話しする。ご先祖様の前では不思議と素の自分になれるのです。思いの丈をぶつけることで、心は穏やかに安らかになってくる。閉塞感を打ち破り、気持ちが前向きになるのです。ご先祖様の前で過ごすそんな時間は、心を整えるためのものでもあったと言えるかもしれません。合唱することがなくなったということは、まさに心を整える機会を一つ失ったということなのです。もちろん、新たに仏壇をしつらえることは難しくても、何も仏壇にこだわることはありません。ご先祖様の写真やゆかりのお寺や神社のお札でもいいのです。部屋のどこかにそれを置いて合唱する場所にする。心が重たくなったら
閉塞感を感じたら、その前で静かに手を合わせ、溜まっている思いの丈を吐き出す。そうすることで、心が整ってくるのを感じるはずです。生活空間にほんのわずかなスペースでもいいですから、そんな場所があると心のありようは一変します。心の拠り所とは、そういう場所を言うのです。ぜひ作ってみてください。色眼鏡を外す。私たちは実に複雑な人間関係に取り巻かれています。心にのしかかる不安や悩み、心配事の多くは人間関係に絡んだものと言っていいかもしれません。仕事の、地域の、学校の、家族の、まさに重層的な人間関係の中で人は生きています。時にそれがもつれてしまい、心を覆って不安や悩み、心配事につながっていきます。一旦マイナスの思いにとらわれてしまうと、なかなかそれを払拭できないのが人間です。それどころか、負の感情はますます濃度が高まっていくのが一般的な流れだと言っていいでしょう。反りが合わない上司は付き合ってられない上司に、信用できないあいつは人間性を疑うあいつに、といった具合に悪しき変貌を遂げていくことになるのです。しかし、関係のもつれの元をたどると、きっかけはほとんどが些細なことです。その時の感情は相手の一面から受けたものでしかありません。しかし、そこで色眼鏡をかけてしまう。そして先入観を持ってしまうのです。これほど当てにならないものはないのに、根強く心に住み着いてしまうのが先入観の一番厄介なところです。禅では色眼鏡をかけないという言い方をします。先入観のみで人を判断することを強く戒めています。情報だけで、あるいは相手の一面だけを見て抱いた嫌な感情、否定的な思いを持って全人間性を決めつけてしまったら、その人を見余ることは必定です。まず、色眼鏡を外しましょう。その上で、次の前後を胸に刻んでください。一切衆生、ことごとく仏性あり。あらゆるものには仏性という美しい心が備わっているという意味です。自分が接したのは相手のほんの一面に過ぎない。今度は相手の中の仏を見つけよう。禅が教えている誰にも仏があるということを信じて、そこを見ようとする姿勢でいたら、必ず胸に響いてくるものが見つかるはずです。人に対するネガティブな評価の背景には、実は色眼鏡をかけた自分がいるということを知ってください。色眼鏡を外したら、見え方はガラリと変わったものになるでしょう。そしてその視線の先で相手の仏性が次第にはっきりしたものになってくる。その時、人との付き合いで感じていた煩わしさや面倒くささも、人間関係が原因だと思われた不安や悩みも、あれ、どっかに行ってしまった、ということになるのです。余計なことを調べない。情報化社会と心の関係について話をしたいと思います。現代は高度情報化の時代に入っています。インターネットの普及がそれに拍車をかけていることは言うまでもないでしょう。情報が簡単に手に入るのは利便性という点では好ましいことには違いありませんが、反面、憂慮すべき問題もはらんでいるのではないかと思います。有り余る情報が判断力を弱めているというのがそれです。例えば、健康のために何かをしようと考えたとします。ちょっと情報を集めてみるか、とネットで検索をすれば、凄まじい量の情報が押し寄せてきます。これも良さそうだし、こっちも効果がありそう。こんなのもあるのか。いや、これも捨てがたいぞ。と、
あまりに選択肢が多すぎて判断に迷ってしまう。自信が持てなくなる。というわけです。あらゆる場面でこうしたことが起こっています。どんなにたくさん情報を集めても、したいこと、生き方を見つけることはできません。自分の心の中に見つけるしかないのです。そのためには、じっくりと腹を据えて考えることが必要です。言葉を変えて言えば、心の置きどころをしっかり定めて、その心に問いかけてみるということでしょう。その意味では、情報は迷いのもとにもなります。情報がありすぎるから、かえって心をどこに置いたらよいかわからなくなるのです。心がふわふわとさまよっていたのでは、迷うのも当然です。もちろん、選択肢が多いことは、可能性を広げるという面からは大切です。ただし、選択肢は絞り込むことが重要です。心の置きどころを定めるということに力点を置いて、そのために必要と思われる情報だけを集め、選択肢を広げるというふうに考えたらどうでしょう。置きどころが定まった心に問いかけて、やると決めた行動なら、すぐに思うような結果が出なくても、ブレるということはなくなります。そのことに一生懸命になれる。これが大事なところです。随所に主となれば、立所みなしんなり。という臨済宗の開祖である臨済義元禅師の言葉があります。この意味は、どんなところにあっても、今ここでできることを一生懸命やっていれば、自分が主人公になって生きられるということです。主人公の視線は情報に惑わされてあちこち宙を泳ぐことはありません。しっかり一定方向を見据えています。いつでもどこでも誰もが主人公になれるのです。まず心の置きどころを定める。今できることに集中する。そこから始めませんか。縁を大切にする。私たちが人生を終えるまでに出会う人は何人くらいいるのでしょうか。出会う人の人数はかなり限定的です。世界の人口は約80億人と言われていますから、仮に出会い率というものがあったら、そのパーセンテージはごくごく小さいはずです。80億人もいる人の中で誰かと出会う。それはほとんど奇跡と言っていい出来事なのです。皆さんは出会いを奇跡として捉えたことはありますか？出会ったことを偶然のように思っているという人も多いのではないでしょうか。しかし、誰かと出会うということは、そこに縁が働いているということです。仏教では、この縁ということ、因縁ということを非常に重要なものと考えています。人生で行き交う大勢の人たちの中で、特別な人だけと縁は結ばれます。それは原因と縁が揃っていたからです。原因の因と縁。あらゆるものがこの因縁によって生じてこの世に存在しているというのが仏教の根本的な考えです。人との出会いもそういうふうに捉えると、偶然などではなく仏様がくださった奇跡的な必然の結果だという気がしてきませんか？そうだとすれば、どんな出会いもないがしろになんてできません。その人とご縁をいただいたことを感謝の心で受け止めるべきでしょう。すべての物事は出会うことから始まる。だから人と会うことや人と会う場所、人と出会う姿を大切にするのです。この人と出会って本当に良かったな。その心で出会った人との絆をもっともっと深めましょう。また会いたいと思わせる。人付き合いには大事な原則があります。キーワードは、です。
聞き慣れない言葉だと思いますが、どうも人間関係がうまくいかない。人と付き合うのが苦手と感じている人は決して少なくないはずです。でも、仕事も社会的な関わりも人との付き合いなしには成立しません。例えば、仕事の局面で、取引先のあの人と会うのはしんどいな、と考えていたは、商談もスムーズに進むわけがありません。人付き合いが苦手だということは、社会生活も人間関係が煩わしくて、町内会の会合に出ると思うと憂鬱になるというのでは、自分が暮らしている地域の中で生活を楽しむことはできません。人付き合いが苦手だということは、そんなデメリットがあります。また、苦手意識は精神的なストレスを生むことにもなるでしょう。そうは言っても、苦手なものはどうしようもない。そう考えていますか？でも、そこから脱却するのはそれほど難しくないと私は思っています。そこで大事なのが最初に述べた序です。序は論語に出てくる言葉で、講師とその弟子の師公との対話の中に出てきます。師公が講師に、一生守るべき最も大切なことは何かと尋ねると、講師はこう答えました。それは序であろう。この序の意味は、許すこと、思いやることです。そして講師はさらにこう続けました。己の欲せざるところ、人に施すことなかれ。この言葉を知っている人も多いのではないでしょうか。自分がしてほしくないことは人にしてはいけないということですね。これが序の精神です。人付き合いの原則もこの序の精神にあります。自分がされて嫌だなと感じたことは人に対してしない。それを実践するだけで人付き合いは確実に変わっていきます。約束の時間に相手が遅れて腹が立った。あの人の横柄な態度は感じが悪い。あなたが普段感じている嫌なことはいくらでもあるはずです。それを人に対してしないと決めたら、いい変化がたくさん起こります。いつも約束を守っていれば、相手は信頼感を持つでしょうし、丁寧な物腰で接すれば、相手は自分が大切にされていると感じます。さらにもう一歩進んで、人からされて嬉しかったこと、幸せに感じたことを相手にも積極的にする。人からされて嬉しかったことをそっくりそのまま自分の行動の流儀にすればいいのです。いわば、己の欲するところ、人に施すこと、ためらうなかれという精神です。それを実践していけば、間違いなく人間的な魅力が増していきます。また会いたい、これからもお付き合いをしたいと思われるようになるのです。お金について、お釈迦様のこんな言葉があります。人間の欲望というものは、たとえヒマラヤの山をすべて黄金に変えたところで満たされることはない。人間の欲望はどこまでも果てしないものだということですね。その欲望が典型的に現れるのがお金です。お金を追い求めるとそれこそキリがない。何か欲しいものがあってお金を貯める。しかし一旦それを手に入れるともっと別のものが欲しくなり、さらにお金を求めずにはいられなくなるのです。最終的には取り立てて欲しいものがなくてもお金を追い求め続けるわけです。そこにあるのはお金に縛られているあなた。なんと不自由な姿でしょうか。本来人生とは自分のやりたいことを一生懸命やって社会に貢献をする。その結果として
何がしかのお金が入ってくるというものでしょう。私たちはお金のために生きているのではありません。小欲知足という言葉があります。文字通り欲を少なくして足を知るということです。お釈迦様の御臨終前の最後の教えには、小欲知足についてこう書かれています。知足の人は地上に伏すといえどもなお安楽なりとす。不知足の者は天道に処すといえどもまた心にかなわず。不知足の者は止めりといえどもしかも貧し。現代語を訳すると、足ることを知っている人はたとえ地べたに寝るような生活をしていても心は安らかで幸せを感じている。しかし足ることを知らない者は天上の宮殿のようなところに暮らしていても満足ということを感じられない。足ることを知らない者はどんなに裕福であっても心は貧しいということです。実際にもう十分だ、ありがたいと思って生きていれば、たとえ住まいが粗末なものでも食べ物が質素であっても心は豊かです。一方、こんなものじゃ満足できないという思いが常にあったら、どんな豪邸に住もうが贅沢な食事をしようが心は乾いていきます。ブランド品を買い漁り、新しいアイテムが出るたび欲しいという思いに心がかき乱される。こういう生き方はある意味で地獄です。一方、ブランドなどに関係なく自分の気に入ったものを買って満足して大切に使い続けたら、そのものに対して愛着が湧くし、心がかき乱されることはないのです。日本にもこんな格言があります。起きて半畳、寝て一畳、天下取っても二合半。どんなに偉くなっても起きているときは半畳分のスペースで十分。寝ているときでも一畳分あれば事足りる。天下人になったとしても一回の食事で食べられるのはせいぜい米2合半でしかないということです。人間とは言ってしまえばそれだけの存在なのです。足るを知るか足るを知らないか、あなたはどうでしょうか。